皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。今月の2曲目はカモシンさんからのリクエストでソン・シギョンさんのヒジェをカバーして紹介します。今年のシギョンさんのファンミ参戦のトーク会を聞いてこの曲に興味を持っていただき、無事ハマっていただいたとのことでリクエストをいただきました。ありがとうございます。シギョンさんは先月11月に日本でこんなに君をというアルバムを発表されましたね。アルバムのプロモーションで最近は日本のネットニュースやラジオ番組にもシギョンさんが多数出演されていて嬉しいですよね。せっかくなのでこの番組でも簡単に紹介しておきますと、今回のアルバムは6曲入りでうち5曲が日本語の曲なんですね。タイトル曲こんなに君をは作曲がカンナムスタイルのサイさん、作詞が松井五郎さんという、この時点で夢のコラボレーションなんですが、その楽曲をソン・シギョンさんが歌うというなんとも贅沢でありがたい作品でございます。まず驚いたのがサイさんは J-POP も書けるんだなっていう点ですよね。韓国バラードってもっと低い音程から始まることが多いんですけれども、この曲は比較的出だしの音程が高いですよね。イントロも爽やかで、個人的には佐藤筑前さんが歌い出しそうな出だしだなと思いました。もう分かりきってることですけれども、シギョンさんは本当に日本語が上手ですよね。前から上手だったんですけど、もうさらに進化していると思います。トップレベルの歌手が本気で外国語を学ぶとこうなるんだなっていう驚きもあります。もはや J-POP の歌い手、日本の歌手でもあると思いますね。こんなに君をっていう言葉自体がそもそも韓国語ネイティブには発音しにくい言葉だと思うんですね。特に君をのキーとかは韓国語では息を大きく漏らして発音する音なので、こんなに君をみたいな感じで韓国の方が普通に歌ったら息っぽくなると思うんですけれども、シギョンさんはしっかり声帯を閉鎖して力強く発音していますよね。あとおの母音も韓国語には口をすぼめるおの音と喉の奥を開いて言うあがあるんですけど、日本語のおってね、どちらでもないんですよね。なので韓国語ネイティブの方にとっては多分なんか曖昧な位置でおって発音する感じになると思うんですけれども、それをね歌の中で的確にできるのが本当にさすがだなと思います。最近は日本でも日本語を日本語らしくなく歌うアーティストも多い中ですね、あんなに綺麗に言葉の響きを大切に歌ってくださるのは嬉しいですよね。でこちらね、こんなに君をね概要欄にリンク貼っておきますのでぜひ聴いてみてください。そして今日カバーする曲ヒジェの話題に入っていきます。カモシンさんからのリクエストメッセージを紹介した時に青ざめたっていう風にお話ししたんですけれども、シギョンさんの曲の中でもかなり技術が必要な曲だと思います。まず音域が広い上にメロディーのアップダウンも結構激しいので、ただ歌うだけでもそもそも難しいんですけれども、曲のテーマが死別なので全体を通して繊細な感情表現も求められる曲です。この曲はもともと橘花の香りという映画の OST なんですよね。でこちらが2003年の映画で、内容はもうこれぞこの時代の韓国映画っていう感じの切ない恋愛映画なんですね。でヒロインの名前がヒジェなんですよ。で先ほど死別って言ってしまったので若干ネタバレにはなるんですが、非常にざっくりとだけストーリーを紹介しますと、主人公の男性イナさんがずっとヒジェさんに片思いをしていて、やっとその恋が叶ったと思ったらヒジェが病気になって亡くなってしまうっていう内容なんですね。で当時から OST とともに大ヒットした映画だったんですけれども、2009年にヒジェを演じていた女優のチャン・ジニョンさんがなんと劇中のヒジェと同じ病気で37歳の若さでお亡くなりになってしまうんですね。そして追悼の意味合いもあってこの曲が再度話題になりました。男女問わず今までにいろんな歌手がカバーしていますし、長く愛されている楽曲ですよね。
しぎょんさんの YouTube はチャンネル登録者が最近170万人を超えたということで、破竹の勢いですよね。で、私はマンナルテンデというね、しぎょんさんの自宅にゲストを招待して一緒にお酒を飲みながら語り合うという企画が大好きで、韓国語の勉強も兼ねてよく見ているんですが、この第1回のゲストがママムーのファサさんだったんですね。で、私はあの回を見てからファサさんがとても好きになりました。ファサさんがしぎょんさんに、先輩のことはとっても尊敬してますが、私はバラードは嫌いですっておっしゃってたんですよ。これバラードの皇帝の家でバラードは嫌いですって言ってるんですからね。もうめちゃくちゃ爆笑しました、そのシーンで。でも自分の意見を率直に言える姿勢はかっこいいなと思って、すごくね、ファサさんに惹かれたんですよね。このファサさんとの対談の中で、しぎょんさんが SNS の時代になってバラードが力を失ったんだと思うというふうにお話しされてたんですよね。SNS のない時代には恋愛における別れが死別とほぼ同義だったと。で、恋愛が終わったら相手がどこで何をしているか知る方法がなかったから、相手を思い出して恋しくなったり、偶然街で見かけたり、近況を聞いたりした時に曲が生まれていたんだろうと。でも今は別れたって SNS で近況を知れるでしょうというようなことをお話しされていてですね、なるほどなと思ったんですよね。で、確かに自分で毎週バラードをカバーしておいてなんなんですけれども、私は韓国バラードで歌われているような恋愛の経験ってほぼないんですよね。なので歌詞の表現に実体験を投影するっていうことはもうほとんどありません。ではどうやって曲に感情移入しているかっていうと、私の場合は全て死別をイメージして歌ってるんですね。で、以前にも IU さんのハイスプリングバイボンアンニョンボンという曲をカバーした時にお話ししたことがあるんですけれども、私がバラードを歌いたい理由は死別なんですよね。で、私は医師なのでこれまでいろんな死別の場面に立ち会ってきたんですけれども、人生において愛する人との別れほど辛いことはないと思いますね。でも医療技術には限界があって、人間には寿命がある以上死別を経験しない人はいないわけで、そんな時にバラードが慰めや支えになるんじゃないかなと思っているんですよね。むしろ近年は SNS の発達で恋愛関係や人間関係にはっきりとした別れがなくなっているからこそ、死別の衝撃は逆に大きくなっているようにすら感じています。と、またね、しぎょんさんの話をするとトークが止まらなくなってしまうので、そろそろ今日カバーする曲ヒジェの歌詞の内容紹介に入っていきたいと思います。この曲の作曲は MGR さん、作詞はヤン・ジェソンさんです。ヤン・ジェソンさんもバラードの作詞家として有名な方で、しぎょんさんの代表曲だとネゲ・オヌンゲル、僕に来る道、あとチャマですね、どうしてもという曲などもヤン・ジェソンさんの作詞でございます。シン・スンフンさんやイム・チャンジョンさんの楽曲も作詞されているので、バラードが好きな方にはね、よく知られた作詞家さんの一人だと思います。今日は1番の歌詞を紹介していきますね。まず A メロの部分からいきます。햇살은 우리를 위해 내리고、日差しは僕たちのために降り注ぎ、바람도 서로를 감싸게 했죠。風もお互いを包み込んだね。우리 웃음 속에、僕らの笑顔の中で、계절은 오고 또 갔죠。季節は訪れ過ぎ去った。바람에 흔들리는 머릿결、風に揺れる髪、내게 불어오는 그대 향기、僕に吹いてくる君の香り。예쁜 눈은도 웃음소리도、綺麗な瞳も笑う声も모두가 내 것이었죠。すべてが僕のものだったという始まりなんですね。ここでは幸せだった日々を回想しているわけですよ。で、日差しとかね、風っていうワードが出てくるので、ここは阿蘇の草千里ヶ浜の景色を思い浮かべながらね、歌ってみました。
続いて B メロの歌詞に行きます。이런 사랑, 이런 행복, 쉽다 했었죠. こんな愛、こんな幸せは簡単だと言ったね。이런 웃음, 이런 축복, こんな笑顔、こんな祝福が내게 쉽게 올 리 없죠. 僕に簡単に来るはずがないのに。눈물조차 울음조차, 涙さえ泣き声さえ닦지 못한 나,拭えなかった僕。정말로 울면, 心から泣いてしまったら내가 그대를 보내준 것 같아서, 僕が君を手放してしまいそうで、という B メロの歌詞なんですね。ここは少し意訳を加えています。정말로 울면というのは直訳すると本当に泣いてしまったらっていうことなんですが、これはヒジェの死を受け入れて自分が心から悲しんでしまったら彼女がもうこの世にいないことが現実として迫ってきそうだから、それをどうしても受け入れたくないっていう気持ちが歌われているということですね。続いてサビの歌詞です。그대 떠나가는 그 순간도, 君が旅立っていくその瞬間も나를 걱정했었나요? 僕を心配したの？ 무엇도 해줄 수 없는, 何もしてあげられない내 맘 앞에서, 僕の心の前で。그댄 나를 떠나간다 해도, 君は僕から去ったとしても난 그댈 보낸 적 없죠. 僕は君を見送ったことはないよ。여전히 그댄, 今も君は나를 살게 하는 이유일 테니, 僕を生きさせる理由だからという歌詞なんですね。この살게 하는というのは直訳すると生きるようにさせるという意味なんですね。あんまり日本語では言わない表現なんですけれども、生きる理由とも生かす理由とも微妙に違うニュアンスで、この살게 하는、生きさせるっていうね、こういう韓国語の表現がね素敵だなと思います。もちろんヒジェが亡くなったことは認識してるんでしょうけど、それを受け入れないことでなんとか踏ん張っているような心境が描かれているんですね。でも曲の後半に行くにつれてですね、徐々に現実と向き合おうとするんですよ。で、曲の最後の部分の歌詞も素敵なので、そちらは曲を聴いてもらった後にね、少し解説を加えたいと思います。では曲を聴いてみてください。ソン・シギョンさんのヒジェをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っています。多分今年カバーした中で一番難しい曲だったと思いますね。曲の難しさっていろんなパラメーターがあるんですけれども、特に技術面と体力面でかなり大変な曲でした。曲の後半に向かうにつれて息継ぎがヒーって感じで激しくなってきましたね。で、こういうブレス音もミキシングの段階で消すこともできるんですけれども、今回はちょっとライブ感を大事にしたくて、通しで歌ったテイクをそのまま採用しています。たくさん練習したんですけれども、もう私も大好きな曲なので練習する時間も楽しかったですね。曲の最後の部分の歌詞が하루씩그대에게 다가가는 나일 테니、 一日ずつ君に近づいていく僕だからという言葉で終わるんですけれども、私はこの歌詞がねとっても好きですね。個人的には死後の世界はあると思っているんですよ。自分が与えられた命を終えたらきっと先に旅立った人たちと再会できるんだろうなと信じています。そう思うと必ずしも死は絶望ではなくて、この世で会えなくなってしまった人たちにまた会えるだろうから、その日まで自分の人生を生きようって思えるんですよね。ヒジェの歌詞は愛する人を失った絶望の中で、でもなんとか生きる理由を見出そうとする様子がよく描かれていて、本当に素晴らしい楽曲だと思いますね。カモシンさん、リクエストをありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。
概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。OK